はい皆さん、コンタコス。最近エアコンが壊れて死にかけたタルタコスでございます。エアコンのない部屋はですね、寝れるか寝れないかではなくて、もう生きるか死ぬかの温度になるんでね、エアコンは絶対必須ですね。本当に大変でした。さて、そんなことはさておき、今回はですね、とあるバルヘイマーの方からこんなコメントがね来てました。肺の力プライドを捨ててイージーへ変更、弱き者のために愛の手を攻略。わかるよ、その気持ち。自分の中のプライドポテトが邪魔をしてるんだろう。任せたまえ、タルタコスがそのプライドポテトを温めてもうハッピーセットにしてやろうじゃね。ってことで今回はですね、そんな方のためにノーマルでも絶望しない肺の血攻略方法ということで、ざっとね紹介していきましょう。肺の血攻略なんですけど、アップデートで難易度だいぶ下がってます。なのでポイントさえ抑えれば、ノーマルでもね絶望せずにクリアできるかなとは思いますね。さて、それでは肺の血攻略紹介する前にぜひねこちらの動画見ていただきたいですね。戦闘の基本について解説しているので、少しはね役に立つかなと思います。ではね、まずは肺の血上陸編からやっていきましょうか。駆逐してやる。この世から一匹残らず。はい、ということでこのワールド実は新ワールド、そしてこのタコスのキャラもね新キャラでございます。スキルレベルほぼゼロの状態、この状態でですね、肺の血ザーッと攻略していこうかなと思います。でこのワールドにですね、掘ったて小屋ですが一応ね拠点を作りました。こんな感じですね。はい、すっごい雑なんですけど、攻略のためだけにね作ったのでどうでもいいです。で装備とはですね、クイーンを倒して、霧の血攻略をねある程度進めた体で解説していきます。はい、それでは肺の血上陸編、まず押さえるべきポイント一つはしっかりと準備をするっていうことですね。当たり前なんですけど、この準備で墓になるかどうかが8割決まっていると言っても過言ではございません。逆にね準備が整っていなければしっかりと準備をして肺の血行った方がいいですね。準備が足らずに肺の血に挑んでもやられるだけなので、まずは準備しっかりしましょう。はい、それでは肺の血のね上陸準備として、これぐらいのね装備そしてアイテムがあればいいかなっていうことで、こんな感じでね準備していただければなと思います。それではね一個一個解説していきます。防具が高飛装備ですね。品質3、霧の血で作れるフルマックスですね。で羽のケープで高飛のボルト、この辺はですね、弓使う方だったら、高飛の弓でも大丈夫ですね。で食事がサラダ、極上切りウサギ、肉料理で、ポーションが金鉱蜂蜜酒で、スタミナ持続ポーションで、ポータルの素材ですね。ポータルの素材必ず持っていきましょう。でポータルなんですけど、ポータルのタグのね何も設定していないポータルをこう拠点に1個ポーンって置くと、ポータルのねタグを設定しなくても拠点に帰ることができるので、緊急時にはねすごい楽です。なので拠点にはね何も設定していないタグの未接続のポータルを1つ置いておくことをお勧めしますね。で石、これ焚き火用に一応持っていくんですけど、20個もいらないですね。10個ぐらいでいいです。で木ですね。これ作業台作るように必要なんですけど、10個、ないしは20個ぐらいでもいいですかね。一応30個持っていってます。で常に装備する枠としてはこのメギンですね。これ使ってます。でハンマーと石弓、この辺はですねさっきも言ったんですけどスキルに応じて遠距離武器使ってください。今回はね、スキルレベル全然ないキャラなんで、石弓でいくんですけど、弓のねスキルがすごい高いよっていう方は弓使ってもらったらいいですね。弓使う場合はこのボルトではなく高飛の矢を持っていってもらったらいいかなと思います。主にですね上陸する時にボーンモーっていうねヘビと戦うので、そのボーンモーをね倒すために使うって感じですね。でデモリッシャー、
でここ公費のバックラー使ってるんですけど、この公費の盾とどっちでもいいです。パリーが得意な方はバックラー、パリーがちょっと苦手だなっていう方は公費の盾使うことをお勧めしますね。ただ結構ねパリーする機会が多いので、できたらですね、灰の地ではこのパリー苦手だなっていうのはちょっと克服しといた方がいいかなっていう感じです。なかなかね敵の動きとか難しいとは思うんですけど、大骨を使えばねある程度受けれるので、大骨使いつつ練習するのも一つの手かなと思います。でもしですねバックラーを使う方は品質1でも大丈夫なんですけど、公費のね盾使う方は品質3ほど必要ですね。というのも星1の灰の地のね骸骨の戦士、これにねなんとかパリーを取れるのがこの品質なので、できたらですね公費の盾使う方は品質3まで上げときたいですね。で使う武器はミストウォーカーです。はい、主にこれを使ってね攻略していきます。ミストウォーカー超強いですね。で黒金属の斧、ツルハシで一応クワーっていう感じですね。はい、こんな感じのね装備になってます。この装備を目指して準備してもらったら大丈夫かなと思いますね。であとバフはね大骨必ず設定しといてください。史上最強のバフなんで。さてここまでね準備できたら早速ね上陸していきましょうか。で灰の地向かっていくんですけど、必ずね船はドラカールっていうねクイーンを倒した時に落ちるアイテム、これを使って職人テーブルをアップグレードさせて作れるこの遠板ですね。遠板を入手すると出現する新しい船ですね。この新しい船ドラカールで向かうようにしましょう。ロングシップでも行けないことはないですが、上陸がね100倍ぐらい難しくなるので、なのでこのドラカールを使ってね成功法で灰の地上陸していきましょうか。それでは休憩済みも取れたので行きましょう。あなた怠惰ですね。はい、それでは灰の地上陸ポイント2つ目でございます。2つ目は灰の地上陸する手前にポータルを立ててそこから出港するということですね。これ当たり前っちゃ当たり前かもしれないんですけど、この辺りのね拠点からバーっと行ってたら、時間もかかるし、でドラカールってね進行結構遅いんでめんどくさいんですよ。なのでこの手前のね灰の地、この辺りにあるんですけど、この辺りのね手前あたりにあるバイオーム、適当なところから出発した方がいいですね。今回ね手間を省くためにちょっとチート使ってこの辺りに設置してるんですけど、普段ならねこの辺り適当に探索してもらって、自分がねここだって思うところにポータル設置してそこから向かうようにしてください。さてそれでは休息済みも取れてる、ご飯も食べた、装備もバッチリ確認できたらドラカールでね向かいましょう。灰の地はね最南端にあります。なのでこのね南の方向かって船を漕いでいきましょう。ドラカールね超かっこいいですよね。これねドラカール超かっこいいんですけど、スピードはねあんまりないです。ただ耐久性が抜群ってやつですね。これロングシップとかで灰の地向かっちゃうと船がね常にダメージを受け続けてアチャッパーっていうことになるんでね、必ずドラカールで向かうようにしてください。さて何もないだだっ広い海なんですけど、ある程度南に行くとなんかですね海が赤くなってる地点がありますね。ここから灰の地上陸編になります。赤いラインから灰の地上陸になりますね。で早速ボーンモーが襲ってきました。こいつがね襲ってきたら慌てずにこいつにですねこの石弓か弓をね食らわしてやりましょう。それだけで大丈夫です。結構ですね HP は低いですね。なのでやられる心配っていうのはないです。しっかりとね落ち着いて標準を合わせて
このボーンモンをね撃退していきましょう。なるべくですねこの船になるべくですね海に落ちないように、まあ落ちちゃうとねそのままいると死んじゃうので、必ずね船の上で戦うようにしましょう。なかなかねちょっと気持ちを合わせづらいんですけど、まあタコちょっとね遠距離武器ほんと下手くそなのでダメなんですけどね。まあこんな下手くそなタコスでも、まあ、余裕でね倒せるので、まあこの辺のねボンモでつまずくことはないかなと思いますね。まあ見かけ倒しのヘビと思っといていただけたら大丈夫です。はい OK ですね。倒しました。で倒すと肉とかね落ちるので、まあこれもね拾っていきます。で海に落ちたらすぐ上がるようにしてもらったら大丈夫ですね。アイテムも取って、このボンモのね恐ろしいところはまあ強さではなくてこの船の耐久値を減らしてくることなんですよ。これで今さっきの戦闘で半分まで減らされました。なのでここでね船の耐久値を回復していきたいと思います。ではどうやって回復するかっていう話なんですけど、まあもちろんですね作業台を使って船の耐久値回復していくんですけど、このね近くにね岩場あります。このトゲトゲの岩ですね。このトゲトゲの岩に作業台を設置してこのドラカールをね修理します。ドラカールを修理しながら進めていくことによってまあ灰の地の上陸はね難なく突破できるかなと思いますね。まあ自分のね HP というよりかは、まあ、船のね耐久値がゼロになって船が壊れて死んでしまうっていうことが灰の地上陸ではね非常に多いので、なのでしっかりとこの岩場ですね、この岩場に飛び乗ってこの岩場にですね、まあ、適当でいいので作業台を設置してハンマーで修理する。はい、これだけでねもうほぼ上陸はできるかなと思います。これをあとは繰り返していくだけですね。ただですね少し厄介なのがこの岩場ですね。この岩場実はアップデートで少し少なくなったんですけど、まあそれでもね多いです。はい、なのでまあできるだけねちょっと少ないようなところを選んだ方がいいんですけど、まあなかなか難しいですね。まあこの辺は船の操縦センスですかね。でドラカールですね、なかなか大きくてまあ操縦もね難しいとは思うんですけど、船をね修理しながら向かえば必ずですねたどり着くことができるので、まあ慌てずにねゆっくりと進行していきましょう。でもしですね仮に危なくなったりしたら作業台、さっきの岩場にね作業台設置してポータルを設置すれば、まあ、帰ることもできるので、まあ、そのあたりもね視野に入れて灰の地向かってもらったらなと思いますね。この作業台でドラカールを修理するっていうのが、まあ、灰の地上陸ポイント3つ目にして最重要ポイントですね。まあなかなかねなんかこの岩抜けるのが難しいんですけど、まあね修理してゆっくりやってもらえれば大丈夫ですね。これアップデートで減ったんですけどね、やっぱトゲトゲ多いな。はい、で途中ですねワシが襲ってきます。ワシ襲ってくるんですけど、まあ普通にミストウォーカーでしばいてもらえれば大丈夫なので気にする必要はありません。
ほぼ雑魚なので大丈夫ですね。でこのワシの素材なんですけど、まあ無理して取る必要ないですね。でもしね夜になってしまったら、まあこんな感じでね近くの岩場に上陸してポータルをね立ててもらえれば帰ることできるので、まあこれで帰って寝て、また昼になったらね攻略するっていうのがおすすめですね。まあ一応ウィスプライト夜なんで持っていった方がいいかな。それでは朝になったので、もう一度はいのち攻略していきましょうか。まあわしの攻撃だったらですね、まあ多少攻撃受けても別にポータル壊れないので、まあある程度放置してもらっても大丈夫かなって感じですね。はい。さてそれではゆっくりとね進行していきながら上陸を目指しましょうか。まあ夜のまま灰の地ねちょっと上陸しても、まあ、敵もね見づらいですし、なおかつねかなり強い敵が湧くので夜はね非常に危険です。なので進行途中にね夜になったら必ずねポータルで帰ってね寝てから攻略することをおすすめですね。さてそれではなんとかねドラカールを頑張って操縦しながらこの岩の間をくぐりながらですね上陸をゆっくりと目指していきます。お、ボーモがいますね。さあ2匹目。まあ大体ね上陸までに1匹2匹ぐらいは当たる可能性があるかなって感じですね。まあゼロっていうこともあるっちゃあるかもしれないですけど、まあ大体2匹ぐらいは上陸の時出会う可能性があるかなと思います。海から落ちないようにほんとねタコスはですねエイムが下手くそ。狙い方が下手くそですよね。まあ FPS とかね TPS とかやってた時期もあるんですけど、でも下手くそですね。もう最近はねもっぱらもう RPG とかまあそんなんばっかですねやってんの。ボンも討伐完了ですね。この前よりさっきより全然早く討伐できたな。でボンモのお肉はちょっと回収したいので船を近くに近づけて、はいで取ります。で取ってすぐ船に戻る、こんな感じですね。でとやかく言ってる間にですね灰の地見えてきました。なんかね枯れ木がこうしなってるところがあると思うんですけど、まあそこがですね灰の地でございます。で灰の地上陸ポイント4つ目としては、まあ、なるべくですねスポナーの近くで上陸しないということですね。ボンも3匹目出た。珍しい。3匹目出たんですけどもすぐそこにですね灰の地があるので上陸しちゃいます。えいやー。わざわざね上陸手前で相手することもないので、まあ、そういう時はね逃げ切りましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますのでぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。